今日もスーパーに来ました。するとなんとハリセンボンが売ってました。ガチガチの運命を感じたので購入して家族にしたいと思います。はい、帰ってきました。今回はスーパーにいたハリセンボンちゃんを家族にしていきます。このサイズのハリセンボンマジ食うとこないからね。俺よくハリセンボン食うんだけど、とにかく身が少ないんだからうまいけどね。いや、みんなこの子べらぼうに弱ってて体が結構ボロボロ。実はハリセンボンには普通の魚みたいな鱗がなくて、足つぼマッサージにあったら気持ちよさそうなこの針を兼ね備えてんだけど、この針実は鱗が進化したもので、普通の魚は鱗が細菌とかさ寄生虫の侵入を防ぐんだけど、ハリセンボンは鱗がほぼないから体表が傷つくと病原菌が入りやすいのよね。一言じゃない、この子は僕の家族。すぐさまねこの子のお家作っていきたいと思います。じゃあみんな、今回使っていく水槽は90センチのオーバーフロー水槽です。こちらネットの方でチャリンって購入させていただきました。僕ね今狭い家にですね、でけえ水槽20本ぐらいあって、もう家にいるんだか水族館にいるんだかいよいよわからなくなってきたからね。ちなみに先月のガスと電気代で29,157円でした。まあでも大体甲殻類とかお魚、その他の生き物含めても50人家族ぐらいだから、50人家族って考えたらまあこの値段安いか。90センチ水槽ってサイズ感イメージ湧かないと思うんで、おかがに10匹分ぐらいですかね、横幅。これが僕の視聴者さんには一番伝わると思います。熱っ、いてててて、熱っ熱っ熱っ、で、オーバーフロー水槽ってのは水槽に穴が開いてまして、こっから水が下に落ちて、下のろ過専用のお部屋で水をろ過して、このポンプでお水をね上に戻す仕組みなんだけど、ろ過能力が普通の外部式フィルターに比べて高いのと、下にろ過層がある分全体の水量が多いから水質が安定します。よし、中にろ過剤も入れました。サンゴ砂の粗めを今回入れたよ。海水魚水槽のろ過剤として一番おすすめなのがこのサンゴ砂で、多孔質でバクテリアが住み着きやすくて水質も安定します。あとは追加でブラックホール。これは活性炭ですね。こいつは水の極みとか取ってくれるし、汚れも吸着する作用があるんで、これもろ過のプラスで入れると。ハリセンちゃんは大量の糞をぶちまけるから、水質悪化を起こすスピードも非常に速くて、やっぱりねオーバーフロー水槽一択です。まあでもお高いオーバーフロー水槽じゃなくても、この普通に安いガラス水槽とこういう外部式のろ過器でも帰るには帰るんだけど、メンテナンスがね大変なんだよね。これを外して中のろ材洗ってって感じで手間が増えるけどね、メリットもあってすごい静かなんで静音性があるのよね。この子家で飼ってるタラバガニね、こういう肉食性でハリセンボンと一緒で糞がえぐい子は外部式よりオーバーフロー水槽の方がいいね。まあね、キラス好きぐらいだったら全然外部式フィルターでも買えるわ。では次に命の清水を作っていきます。海水のことです。まずでっかいバケツに水道水を丼アタックしまして、で軽めに丼アタックでかき混ぜて、バケツに水を張りましたら、次はこちら人工海水の素を入れていきます。これはインスタントオーシャンっていう人工海水だね。もうこれみんなの耳にタコができるほど言ってるけど、水道水にこれを溶かすだけで簡単に海が作れると。丼アタック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 で、みんな人工海水にはお高い人工海水とめっちゃ安い人工海水があるんだけど、違いはですね、天然海水って塩以外にもカルシウム、マグネシウム、様々な成分が70種類ぐらい入ってて、高い人工海水ほどその見えない成分まで本物の海に近づけて作られてるの。そしたら比重計っていう物体をこのね海水の中に入れまして、そうすると比重がこんな感じで簡単に可視化されるんだけど、今 1.022 あたりでしょ。これね完璧に海水できてます。だいたいこのあたりにできてれば大丈夫だわ。じゃあね、海水を入れていきます。このねバケツを持つだけでもめっちゃ筋トレになるからおすすめ。よし、次はみんなこちらの水槽から海水をね少しもらいます。こっちの水槽にはエビザベスと挟まってるけどヤイトハタちゃんで、不安そうにこっちを見てるノミノクチちゃんがいて、新規で作る水槽にこのねバクテリアが完全に定着した綺麗なお水をあげることで、こっちの水槽も早くお水がね完璧な状態に出来上がります。さっきの飼育水を丼アタック。こっからどんどんねお水落ちていくからね、こうやって水が落ちる時に強制的に酸素と混ざり合うから酸素供給量が上がります。ってな感じで海水入れ終わりました。今からここに薄くサンゴ砂引いていきます。ちょっとねサンゴ砂、びっくりした。びっくりした。ウサギか。なんだ。サンゴ砂をね敷く理由って本当にシンプルで、床ってツルツルしててさ滑るじゃん。甲殻類の場合とかはこのねサンゴ砂が足場になってストレスを軽減できるのと、このねサンゴ砂の隙間にバクテリアが住み着くんで、ろ過の助けになるんですよね。けどハリセンボンを飼う場合は砂を厚く敷きすぎると餌のカスがこの砂の間に入り込んで、そこで腐ったら水質が一気に悪くなるから、本当に薄く引くか底砂が一切ないベアタンクで飼育するかのどちらかだと思います。はい、ってな感じで少し時間を置いたらね水
水めちゃくちゃクリアになりました。そしたら最後に微生物がたくさんついてる生きた石ライブロックを水槽に入れていきます。ライブロックはバクテリアによる水質向上だったりストレス軽減、海水魚飼育には必要不可欠なアイテムです。でライブロックがなんでこんな綺麗な紫色かっていうと、石灰層って呼ばれる藻類が繁殖してこんな感じで綺麗なね紫色になってます。じゃあみんないよいよこのハリセンボンちゃんお水合わせして水槽に入れてきます。エアレーションさずっとしてたから体に動きが出てきたと思うんだよな。毎度やってるこの点滴法の道具で水合わせしていく。この道具はこのレバーでね水量を調節できます。そうしましたらここから中の空気をお口で吸うとチューブ内の空気が全部抜けて重力で上からね下にお水が落ちてくるんだよね。で吸いましたらこんな感じでお水が落ちてくるんでレバーで調節して、よしこれでお水合わせしていく。改めてこのハリセンボンちゃん普段は暖かい海の岩場だったりサンゴ礁に暮らしてて、夜になるとねどんどん活動を始めるんだけど、実はこのハリセンボンちゃんフグの仲間なんです。みんなよく見たらさ顔も体も結構フグに似てるよね。フグ目っていうグループの魚で、実はフグだけじゃなくてマンボウも同じフグ目。フグ目っていうグループはみんな面白い独自の進化を遂げました。フグは毒を武器に進化して、マンボウは巨大化、ハリセンボンはというと全身をトゲだらけにして物理的に食べられにくい魚になる道を選びました。食べられにくいって言っても GT だったりサメにはね普通に食われちゃうんだけどね。そしてハリセンボンちゃんは敵に襲われたら大量の海水を飲み込んで体を風船のように膨らませて身を守りますよね。ただこの能力飼育ならではの注意点が一つあって、海水を飲むんじゃなくて空気を飲み込んだ状態で膨らんじゃうとうまく空気が抜けなくなって体調を崩しちゃうことがあるのよ。そのためハリセンボンって導入時になるべくストレスをかけないように慎重に扱う必要があります。そして野生下ではカニとかエビ、ヤドカリ、貝などの硬い生き物を食べてて、その食生活を支えてるのがこのね独特な歯なんだけど、普通の魚は細かい歯が並んでんだけどハリセンボンは歯同士がくっついててまるでニッパーみたいな形になってます。飼育下では柔らかい餌ばっかり与えてると歯が削れないで歯の伸びすぎで餌を食べられなくなっちゃってなくなっちゃうこともあるので、つまりハリセンボン飼育はただ餌をあげるだけじゃなくてこのねお口の中にある歯も管理しなきゃいけないのよ。本当に見た目は可愛いんだけど知れば知るほど面白い魚です。よしみんな水合わせこれで完璧。早速ね早速ハリセンボンちゃん水槽の中に入れていきます。でみんなハリセンボンちゃんは最大30センチぐらいに成長して10年近く生きるんだけど、この子をじいさんになる前に育てるならこのくらいでかい水槽を用意した方が長く一緒にいられるから、最初からね今回でかい水槽を用意しました。よしみんな入れてくよ。網とかですくわないでこのままねぶち込んでいきます。トンブリアタック入ったー。なんだこれ、水槽でっかすぎやしないか。これやばい、水槽のサイズが大きすぎて魚がめっちゃちっちゃく見える。これ成長が楽しみです。ハリセンちゃんねたまに入れた瞬間にストレスで膨らむ子がいるんだけど、この子はそこで落ち着いてますけどさ、こう見ると目の傷もはっきりわかるよね。ほらこれ。あとこの子やっぱりちょっと痩せててお腹若干へこんでる。本当はね今すぐ餌あげたいんだけどストレスで消化不良になったら危ないから1日は様子見たいね。ハリセンちゃんってお腹周りの骨がなくてですね、フグ目の仲間は進化の過程で腹びれや腹びれを支える骨格を小さくしたり失ったりし、肋骨も大幅に減らしました。だからあれだけ大きく膨らむことができるんだよね。いやーちょっと待って、本当に体調悪そうだな。これライブロックに身任せてふわふわとして力ないよねこれ。気休め程度だけどバイオスコールっていうバクテリア剤をこの中にぶち込んで今日は一旦暗くして1日休ませてあげます。明日餌あげるからね。どんぶりたく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 。はい、皆さんおはようございます。ハリセンボン春菜朝になりました。体調は相変わらず悪そうで目の傷がちょっとひどくなってるんだよね。でも魚の目って絶えずこんな感じで自然界でも傷つくんですけど、こんくらいの傷だったらまだすぐ治ると思うんで大丈夫です。でもちょっと心配なのが、さっきねこのライブロックにかゆそうに体をこすりつけてたんだけど、もしかしたら白点病の初期症状かもしれません。ハリセンボンは鱗がない分白点病にかかりやすくて、白点病っていうのはシミでもニキビでもなくて魚の体に白い点ができる病気なんだけど、正体は寄生虫。寄生虫が魚の体から栄養を吸い取ることで体力を奪っていきます。白点病の寄生虫は自然界の海の中にも普通にいるんだけど、健康な魚は免疫力で抑え込めるから普段は発症しません。逆に環境変化などで魚が弱ったり養殖とかの過密空間は白点病が発生しやすくて、養殖業も実は白点病の寄生虫被害が半端ないんです。だから白点病との戦いは寄生虫との戦いでもあり、魚の体力との戦いでもあります。この子がしっかり餌を食べて体力が回復すれば初期の白点病なら自然に抑え込めることもあるということで、今日は
ハリセンボンちゃんの大好物を用意しました。こちらイソスジエビとイソガニです。磯のお掃除係兼お魚の餌にもなってる生き物。ハリセンちゃんは普段からこういう生き物を食べてるから、水槽に入れてあげたら元気出して食べてくれるかもしれません。じゃあ早速入れてあげます。いった。さあどうだどうだ。あ、まだ気づいてないよ。食うかも。あ、あれ食ったもう一瞬でカニがおお、すごい。イソスジエビよりもね、カニのことをさ、凄まじい形相で見てた。いやみんな、ハリセンちゃん餌食えました。よかった。ひとまずね、これで少しは安心したけど、可愛いな、食う姿が。ハリセンボンは一般的な魚のような本格的な消化機能は退化してて、食べたものがそのまま腸に送られて消化吸収されるから、しっかり噛んで食べないと腸に負担かけちゃうから、こんな感じで何回も出し入れして細かく砕いて食べてんだよね。春菜お前めっちゃ腹膨れてんじゃねえか。あと春菜は泳ぎ方が独特で、普通の魚は尾びれで水を蹴って泳ぐんだけど、春菜はね腹びれがないから胸びれ背びれ尻びれを器用に動かしながら方向転換してます。待って、みんなエビさんたくさん入れてあげたんだけど、ハリセンボンちゃんエビちゃん全然食えてないわ。好き嫌いしてるのかエビの高速バックに負けてるのかわからないけど、お主カニばっか食べてたらダメじゃろ。体力がつかん。お前サバイバルなんかしたらさ、好き嫌いせずに虫でも魚でも草でも何でも食わなきゃいけないんだからさ。一応春菜ね餌は食ったけどまだ安心できなくて、春菜の白点病が悪化した際の殺菌糖と今回薬も用意してます。殺菌糖はこちら2万円ほどでかなり高価なんだけど、強力な紫外線を海水に当てて病原菌や微生物を殺してお水をきれいにする作用があります。でも水槽を立ち上げたばかりの時はバクテリアがこのまま水中で浮遊してて、炉材に定着する前で殺菌糖を使っちゃうとバクテリアも殺菌されちゃうから、殺菌糖はバクテリアが定着するまでの2、3週間ぐらいは使わない方がいいね。そしてこういった薬、生体に負担がでかいからなるべく使いたくない。様子見しつつ使う時が来たら使います。白点病に効果があるやつはこういう白点キラーとかグリーン F ゴールドだね。このねグリーン F はお魚を隔離して使わないとバクテリアも殺しちゃうから、これ注意ね。今日はもう電気消して落ち着かせてあげます。やばい、春の寝かしたら俺も眠くなってきた。もっといけもっといけもっといけ。でおい電気消えんのマジで。ちょっと眠い時におかがに挟まれると決まります。じゃあみんなハリセンボン春菜休ませてる間に他の家族の育児してきます。もうすごいなんかエビザベスが暴れ出した。待ってねママ、もうすぐご飯あげるからね。今日は出来合いのお弁当よ。今からこちらあげてきます。乾燥クリルね。でこのクリルって乾燥されたオキアミのことで、クリルばっかりあげてると栄養が偏るんで、普段はイカ味いろんな名前さげてます。うい、おはいや。ハタって自然界では基本待ち伏せ型だけど、自分のテリトリーに食べたい餌が来たらこんな感じで瞬時に食らいつくからね。はいや。お、食うよ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 。くた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 。今ね捕食スイッチ入ってるんで同時にね生き餌もあげちゃいます。おただエビサベスにはちょっと一旦味あげます。この子はねこの動画からお迎えして3、4ヶ月5ヶ月ぐらい飼ってるんですけど、めちゃくちゃ慣れたでしょ。もう最初めっちゃビビってたじゃん。慣れてくるんですよね、だんだんね餌あげたりしてると。やっぱり生の餌ってそれだけ水が汚れるんで、このプロテインスキマーっていうタンパク質を除去する機械を入れて水替えも頻繁にしてお水を清潔に保ってます。はい、そして前回お迎えしたカンピロちゃん、めちゃくちゃ元気だった音、なんとね芸を少しずつやってくれるようになりました。こちらご覧ください。やばない？ちょっと指をやっても反応してくれるようになったり、めちゃくちゃ懐いてきたんで全国カンピロバクター劇場への道のりも近いかな。餌あげます。おー、めっちゃ食ってるめっちゃ食ってる。あ、ちょっと今ライトつけてるからね控えめだな。普段ねライトほとんどつけてないんだけど、ライトつけてない時はもう上まで登ってくるからね、これ水槽の上まで。前回ねお名前募集した時に大量のねお名前募集のコメントありがとうございました。この子のお名前決まりました。かんぴょうちゃんです。かんぴょうちゃんになりました。なんかまあかんぴょうっぽいしね、確かに恵方巻きとかに挟まってそうだし。見てみんな可愛すぎでしょ本当に。あとさ見づらいと思うけどちょっと体ぷっくりしたでしょ、大きくなったのよね。じゃあね次はたたきにご飯あげてきます。今日ねアジにいつもね入れないビタミンのサプリ入れてるんだけど、どんな反応するのかな楽しみです。
おお、食った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 。あ、よかったよかった。ビタミンとかあげることで体色とかも綺麗になるんで、基本は定期的にあげていきたい。あ、やばいやばい。たたきちゃん水槽にはね、いろんな海藻を入れてるんだけど、やっぱさ、海藻とか入れると彩りが出ていいわ。ちょっとなんか視線感じる。今ね、エビあげます。はい。今ごめん、解いてなかったんだけど、後ろでエビ食べたみたいです。すごい美味しかったみたいで、目がまん丸になってる。真っ黒になって。あー、こっち来た。おー、はいはいはい。お前ってやつは食い地がありやがって。はい、みんな、あれからハリセンボンちゃん白点病が出ることなく落ち着いて泳いでます。まだね、そこの方にいることは多いんだけど、慣れてきたらいずれ出てきて泳ぎ出すと思うからね。食欲もしっかりあって、さっきご飯食べてました。とりあえずこの春菜が体調治って本当に良かったです。そして今回もこの子のお名前募集していきます。コメ欄にどしどしコメント待ってるのと、次回ね、動画で発表しようと思います。ってな感じで、ここまで動画見ていただいて本当にありがとうございました。この動画いいなと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしてますって感じで、また次の動画で会いましょう。